こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ついに待望のジャングルを見つけました。ジャングルごときで何を言っているのかという感じだけどね。いえ、そんな生優しいものではありません。世の中には2種類の人がいるんです。ジャングルが見つかる人と見つからない人と、そして私はもちろん後者、つまりジャングルに選ばれし存在なんです。さて、次の目的地はメサ、赤砂を回収しに行きます。もうジャングルに対する熱弁は終わりでよかったの？無論です。何せジャングルに選ばれし存在ですから余裕を見せられるんです。と、やっぱり目的地を山岳拠点に変更です。経験値稼いでエンチャントシャベルを新調するのが先よね。実はこのプレイの直前に、公式ウィキ英語版を調べてみたのですが、どうもメサに赤砂岩が生成されるように読み取れました。でも記憶の限りではメサで赤砂岩を見たことがないんです。で、私の記憶力を信用するか、私の英語力を信用するか、それが問題だったんです。どちらも信じられないわね。なのでやはり当初の予定通りシャベルで赤砂採取、つまりエンチャントシャベル新調を先にすることにしました。さて湖を目前にふと気づいたのですが、原木を持ってき忘れていました。泳ぎなさいよ。きついです。でも周囲は砂漠ばかり、近くの草原の木は以前刈り尽くしてピラミッドの一部と化しています。で、ここは抜群の私のうろ覚え記憶力を信用して、確か砂漠の合間の川のそばに木が生えていたはずだと。あら本当に、珍しく覚えていたわね。この辺りは何度も往復しているので、反復学習の成果が出ました。さてたった一本の木のおかげで、ようやく大海原を渡る準備が整いました。単に原木忘れたせいなんだけどね。さてあと、松明分の原木を集めないとなりません。左に見える松から伐採するのも悪くないですが、でも目の前の島には、以前自然破壊しきれなかった因縁があります。そこでこのせっかくの木を逃さず、島の木の殲滅に再び挑みます。だから単に原木忘れてできた機械でしょうに。さて上陸後、自然破壊始めて2分経過したところです。斧の耐久ゲージが尽きてしまいました。1ゲージしか残ってなかったものね。というわけで、ここからは地下で鍛えた腕の見せ所ですね。というより素手の見せ所でしょ。さて4分ほど素手で頑張りましたが、まだ島にいくつか木が残ってますがもうしんどいです。早いわよ。石砕くよりはるかに楽なのに。いつの間にか私は文明人化してしまっていたようですね。地下に存在しない原木に馴染めなかっただけよ。さて、なんか拠点の構造が息抜き企画と似てきていますが、こちらはまだ20周ほどしか掘っていません。で、チェストの中から松の原木ワンスタック発見。どうやら過去の私は原木の忘れ物に備えていたようです。こんなことがあろうかとが台無しね。さて最前線へ。次の周回は21周目です。これまでとは一味違い、岩の3種類を捨てられるようになったので、多少快適になっているはずです。まあ大きくは変わらないけどね。さて採掘方針としては、石炭など大半の鉱石はシルクタッチで回収します。そして経験値30が溜まるまではレッドストーンを普通に掘って、ここからは全鉱石をシルクタッチで回収です。拠点に帰ってからバラすのね。時間とツルハシ耐久ゲージをロスしても、経験値を無駄にできません。で、集めた丸石は途中でドロッパーにしてインベントリ圧縮。ちょうど息抜き企画でドロッパーブームが来ていたのでレシピはバッチリです。さて、それから40分少々掘り続けたところで、計算外のことが起こりました。あ、必死にツルを集めた労力が一部無駄になったわね。前にブランチマイニングしてた時、あと2周だけ掘っていればよかったです。
もっとも計算外はそれだけでなく、雲を倒したりスポナー破壊したら経験値が入ります。さっさとシルクタッチでの鉱石回収に切り替えるべきでした。これは持ちきれません。まあ回収は、次の周回に回せばいいんです。次の周回のインベントリがきつくなるわよ。そして2周分を掘り終えました。拠点に戻ります。さて山岳拠点に戻ってきました。ここから鉱石掘り掘りしつつのエンチャントタイムですが、欲しいものが出れば終わり、でなければまた風車型に復帰します。絶対に欲しいのは、効率強化4と耐久力3が付き、シルクタッチが付いていないシャベルです。あとは効率強化の斧が欲しいですが、斧はまだ妥協できます。そして近々最優先で欲しいのがドロップ増加3の剣です。と、今持ってるのも無印でした。そろそろウィザースケルトンの頭集めにかかる予定なの？はい。近いうちに、メサにある色付き型焼き粘土を集め始める時期が来るんです。で、ダイヤツル橋で計算したところ、ハイスピード採掘するにはビーコンが必要になるようなんです。さらに湿地での田舎暮らし計画で、クリーパーやスライム狩りを行う際にもドロップ増加3は必須です。さて、右手の指先に念を込めて。一発で。今回の風車型はここまでです。さて2回目の挑戦です。剣と道具のエンチャントはダメでしたが、代わりに水中歩行3を手にしました。これもまあまあ大きいわね。さて3回目の挑戦。剣のエンチャントはまたもダメでしたが、効率強化4の斧ゲットです。で、4回目も剣はダメのようです。やっぱりね。でもまだエンチャントはできます。さて4回目の挑戦。まあ無難に採掘用ツルハシを作っておきます。密かに型焼き粘土のハイスピード採掘に、効率強化5が必要になるはずなので量産に越したことはありません。次の5回目で経験値尽きるのに。これは当分でないパターンに入ったわね。さて、最後の5回目の挑戦です。これもツルハシに回すことにしました。シルクタッチか。それにしても、風車型2周分で5回もエンチャントできるのね。全鉱石を集めるとさすがにがっぽりです。なお、私はシルクタッチ収集家ではありません。さて採掘用ツルハシの2回目の修繕をして、メサに向かいます。メサでは赤サガン16スタックの持ち運びの空きがあれば良いので、ドロッパーもついでに持っていきます。まだ8スタック弱しかないのね。さて、メサはこの地図から2枚東にあってちょっと遠めです。サクッとは移動できない距離よね。やっぱりネザーゲートを利用してのワープができたらと思えてしまいますが、火炎耐性エンチャントを用意してからです。というわけで15分でメサに到着。水中歩行3が早速役に立っています。海面より下の赤砂は拾わないでおきます。細かいわね。まあ一面砂ばかりですし。さてそういえば、メサで赤砂岩が生成されるか、という件なのですが、少なくとも赤砂の下にあるのは色付き型焼き粘土です。赤砂岩ではないのね。もしウィキで読み取った通りに自然生成されているにしても、わかりにくい場所にあるようです。まあ割と楽しいので赤砂集めでいいや。で、作業開始から30分もしないうちに16スタックの赤砂岩を、つまり4096個の赤砂を集め切ってしまいました。ひょっとしてメサまでの往復移動時間より早くない？そんな感じです。さて、やっとのことでピラミッド拠点に戻ってきました。これでジャングルの原木、レンガ、赤砂岩の3種類のハーフブロックの材料が揃いました。次回、ピラミッドに積んでいきます。そしてその後はジャングルに往復して原木と葉を積んで、
というあたりまでを次回予定しています。そこまで行けるかしらね。行きたいです。そこまで進められたら木材系と、ネザー水晶以外のハーフブロックは全部建築済みになるんです。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。